あ、なんか実は最近コリン星人マシンがまた悪化したんですよね。うん僕が大学生の時だから2年前かな、ちょうど。まあ3年前か。23年前に、ちょうどひどくなり始めて。うんで、その時はあの肉魚卵乳製品やめて、でなんか自分に必要なサプリメントを取るようにして、で半年で9割ぐらいまで治ったんですよ。でその9割ぐらいまでずっと治ってて、で最近またひどくなってきて、なんか今年の11月10月あたりで季節の変わり目じゃないですか。ちょうどコリンセジマシンが出やすい時期で、季節の変わり目なんで。でそこでまた再燃しまして、でもう変えられるものは変えたはずなんですよ。もう食事もね変えて、で水も湧き水しか使ってないし、でシャワーの水も常塩素のものを使ってますし、できるだけ食べ物も無農薬のものを取るようにして、もちろん肉魚卵乳製品のビーガンの食生活は続けてて、変えられるものはもう全部変えたはずなのに、なぜかまた悪化してきて、でちょっと相談したんですよ、とある方に。そしたらあのなんかね、近くですごいいい治療科を最近見つけたから紹介してあげるよっていう風に紹介していただいて、とある方に。で行ってきたんですけど、結果的にはまた9割ぐらいまで治すことができました。9割っていうか、今ねほぼ100に近いところまで行ってます。うん非常にいい感じです。なんかね、精神的なものが結構根強い原因だったみたいで、でハートの瞑想というのをしたんですけど、それでハートの瞑想でかなり良くなったんですよ。うんそう過去の自分のすごいトラウマ、過去の自分に原因があったんですけど、そのトラウマを打ち消す形でハートの瞑想をやってたんですけど、すごい良くなって、うんなんか僕は病気のほぼ全ての病気の原因は食事と精神的なものだよねっていう風に言ってるんですけど、うん本当にそうだと思って、うんなんかね、すごいストレスの強い環境下に、自分はいて、で、その場から逃げる理由を作るためにこう体の防御反応で病気を作り出してしまうっていうのは、なんかよくある話らしくて、で自分の場合は小学と高校かな、その時代にすごい周りからのストレスを受けてて、でそれが蓄積してたという形だったんですけど、それをねフィッシュオエナジェティックであの紐解いてもらったんですよね。その病気の症状を順番に紐解いていく方法があるんですけど、合ってるかなでそう体にこう直接こんな感じで腕引っ張ってもらって、腕の長さ測ってもらってとか違いを見てもらって、で体に直接
何が原因でどういうふうに治したらいいのかとか、どこに原因があるのかとか、体に直接聞いていく方法があって、でそれで治してもらったんですけど、まあね、本当にね、皆さんもね、本当に辛いこととか嫌な環境にいたら本当に逃げていいと思います。本当に逃げてください。もう好きなように逃げてください。本当に僕みたいに病気になります。本当に逃げていいと思う。でフィシオエナジェティックは、僕は近所の治療家さんのところに行ったんですけど、なんかね、フィシオエナジェティック協会だったかな、なんかあるんで、あるいはなんか Google マップかなんかでもフィシオエナジェティックとか検索してもらったら出てくると思いますんで、それで近くの治療家さん探してもらって、でね、あの自分の治したい症状とかある方はぜひ行ってみてください。根本的に治したいという方はもうすごいおすすめですよ。お医者さんのところに行っても大体根本的な治療ってされないんでね。例えば僕の病気だったら、僕の場合コリン性蕁麻疹でしたけど、抗ヒスタミン剤飲んでって言われて、それで大体終わりじゃないですか。でもヒスタミン剤って、抗ヒスタミン剤ってただね、体の、なんて言ったらいいの、そのアレルギーの症状を抑えるだけであって、コリン性蕁麻疹を根本的に治すわけではないので、話は全然前に進んでないですよね。ただ抑えてるだけで、それって他の病気もそうですよね。抑えてるだけですよね。高血圧とか、例えばですけど、じゃあ血圧下げる薬飲みましょうねっていうふうに言われますけど、そもそも何が悪いんだって、食生活かもしれないし、精神的なものかもしれないし、それはその人それぞれだと思うんですけど、薬じゃ解決してないんですよね。薬で場合によってはもっと症状が悪くなるかもしれない。その薬の副作用で悪くなるのかもしれないし、薬飲めばそのまんまの食生活とか生活維持できるからいいやと思って、でなんか生成塩とかなんかいっぱい入った添加物とかいっぱい入ってる食事ね、いっぱい食べて、で治るわけがないし、本当にね、もう自分の体と向き合ってもらいたいですね。なんていうのかな、とりあえずなんか病気になったら病院行こうっていう考え方は、僕は病気になったばかりのその初期段階だったら、悪くはないと思うんですよ。診断できるんで、診断であなたはこういう病気ですねっていうのが大体そこで分かるんで、大体分かるんで分かんないこともありますけど、大体医療だと分かんないことも多いんで、それはね、最初だったら病院行ってもいいと思うんですけど、病院、今の一般的な医療で治せるのって何かしらの急性疾患か怪我なんかの外傷だと思うんで、ほぼ全ての慢性疾患って治せないんですよ。ぶっちゃけ言いますけど治せないんですよ。お医者さんは教科書とかなんかガイドラインとか論文とか見て、こういう患者さんが来たらこういう薬出せばいいんだなっていう風にもう染みついちゃってるんで、でもう他の考え方が、僕の個人的な意見ですけど、他の考え方に視野が
ないんですよね。考え方ができてないんですよね。もう医療が絶対だと思ってるんで、けどそうじゃないんで、本当に病気の原因を特定して治したいっていう風に本気で考えてるんだったら、僕は病院じゃなくてフィシオエナジェティックでもいいですし、どこかのね、なんかすごい腕のいいヒーラーさんとか治療家のところに行かれた方が僕はいいと思います。いろんなところに行ってみるのがいいと思います。大体医療もその一般的な医療も、どっちが良くてどっちが悪いというわけでもなく、僕的にはただただ各々得意分野と得意じゃない病気のくくりがあるっていうだけで、で選ぶのは本当にあの自分たちの自由なんで、だからね、病気を治すのは病院しかないっていうわけじゃというわけではないので、本当にいろんな選択肢があると思うんで探してみてください。フィシオエナジティック僕受けましたけど、それは病院以外の選択肢の一つに過ぎないんで、フィッシュはすごい優秀なんで僕はすごいフィッシュは大好きなんですけど、いろんな選択肢があるので、ぜひ探してみてください。僕はフィッシュをすごいおすすめしてますね、すごいと思うんですよフィッシュエナジェティックって。考えた人本当にすごいと思う。体に直接病気の原因とか聞いてくんですからね。本当にすごいと思う。根本的に治すってすごい気持ちがいいんですよ。で病気になるともうなんかいろんな薬なんか飲み続けろみたいなことを言われるじゃないですか。もう嫌じゃないですかすごい精神的に嫌になるじゃないですか。きつくないですか？飲んでる方ねいらっしゃったらすごい、僕も気持ちすごいわかるんで、そうしかも薬って確かにね、その場しのぎの代物ですけど、症状良くなるんで、まね、それで飲んじゃうんでしょうけど副作用はね絶対どの薬にもありますから、飲み続けるっていうのは絶対体に良くないと思いますし、精神的にも僕はあんまり良くないと思うので、今もう何かしらの難病にかかってる方とか、もうアトピーとか何かしらアレルギーとか慢性的な病気にかかってる方がもしこの動画見ていただきましたら、ぜひフィシオエナジェティック受けてみてください。根本的に治す治療法で言ったらすごい優れてると思うので、一回試しに受けて、でぜひ試してみてください。体がどういう状態になるのか。で僕の感覚ですけど、なんかね、健康になればなるほど自分の体に敏感に敏感っていうか体の変化に気がつきやすくなると思うんですよ。なんかなんて言ったらいいのかな、部屋が汚いとなんかね、物がどこかに移動したり消えたりしても分かりにくいと思うんですけど、部屋がきれいに整ってる状態だったら物がどこにあるのか分かるし、もうどこに移動して何が消えたのかとかすぐ分かるじゃないですか。それと同じで体
の中が整理整頓されてデトックスされてる状態の方が体の変化がすごい分かりやすいと思うので、うん、まあ、人によってはね、すごい、まあ、フィシオだけじゃなくってサプリメントなんかもそうなんですけど、本当に自分の体にとっていいものなのにすごい分かりにくいことがあったりするので、うん、これは、うん、行く前にちょっと知っといた方がいいかも。うん。まあこんな感じかな。なんかね、ごめんなさい、すごいグダグダ話しちゃって、ちょっと取り留めのないね話になっちゃいましたけど、もしねこの動画を見ていただいて、でまあその誰かが健康になってもらえるんだったら僕はすごい嬉しいんで、もうね、日本のその医療はすごい腐りきってるしね、あの食べ物とか水とかもかなり汚染されてますから、自分と同じような人間って本当にいっぱいいると思うんですよ。アトピーの人とか花粉症の人とかアレルギーの人とかがんの人とかも増えすぎなんで、うん、まあ、少しでもねこの動画見ていただいて皆さんが健康になることをお祈りしております。ごめんなさい、もう本当にグダグダで。